いや、違うな、友達のお兄さん。ゆうちゃんは天の弱だから正反対の選択肢が正解ですよ。なんで当たり前の顔して俺の部屋にいるんだよ、村田。そしてなんで勝利にギャルゲーのアドバイスしてんだよ。だってこないだからなんか見てられなくてさ。どうしてこんな初歩的なポイントで詰まるかな。うるさい、お前にギャルゲーの何がわかる。ちょっと読めばライターの癖なんかすぐわかりますよ。この場合はこっちが正解です。黙れ、口を出すな。俺は俺のやりたいようにやる。どうぞご自由に。でもほら、あれ、ゆうちゃんがバレンタインのチョコを他の男に。ねえ、僕が言った通りでしょ。ゆうちゃん、俺にチョコをくれないばかりか。よりにもよって他の男に。ひどい。あんまりだよ、ゆうちゃん。くどいようだけどギャルゲーキャラの話だよな。はあ、くだらねえ。架空の存在の作り話だろ。そんなのに一喜一憂してどうすんだよ。まあまあ、そういうのよ渋谷。これはこれで面白いところもあるよ。そうか？俺にはよくわかんないな。最近のゲームはよくできてるんだよ。現実じゃ絶対体験できないことを疑似体験できたりね。バレンタインでモテモテとか、自分じゃない誰かになって大冒険とか、身分や立場をガラッと変えたりとか、そういうのやってみたいと思わない？そうだな。誰かになるね。知り合い同士が外見はそのまま中身だけ入れ替わっちゃうとか。俺が村田で村田が俺でって具合にさ。ああそういや、そんな映画もあったね。まあそんなこと現実にはありえないけどね。いや、あった。現実にあった、そんなことが。アニシナさんの機械で。ああ、またそれか。彼女がいればもう何でもありだよね。でもなんだかんだ言って渋谷もよく実験に付き合ってるよね。実は好きなんじゃないの？アニシナさんが？いや、実験台になるのが S か M で言うと M みたいな。違うって。あの人魔力の高い男を実験台にしたがるんだよ。グエンとかギュンターとかがいつもなら狙われるんだけど、でもそうだな、あの時はちょっと興味あったかも。だってみんながどんな生活を送ってるのかちょっと興味あるし、俺がいる時といない時と生活違うのかなーなんて。なんだ、ゆうちゃんはお兄ちゃんの生活に興味があるのか。一度大学に来てみるか。勝利の日常は予想つくからいいよ。僕と入れ替わってみる？教師に期待され、クラスメートにライバル視される日々が。いや、いいって。やっぱり自分の姿が一番だもん。アニシナさん、何してんの？あら、陛下。いいところへ。よかった。実は私、ずっと陛下と二人きりでお話がしたかったのです。なんで？他の者に聞かれたくないからに決まっているでしょ。秘密の話なのです。秘密の。何？アニシナさん、濡れた瞳で俺を見つめちゃって。いやー、まさかいきなりそんな展開。俺まだ心の準備が。うっしゃ！
鼻がムズムズする。だからこの季節は嫌なのです。で、何ですか？先ほど何かおっしゃりかけていましたね。心の準備がどうとか。いえ、全然必要ありませんでした。まあいいでしょう。実は私、この度新しい魔導装置を開発したのですが。俺ちょっと便所に。って扉が開かない。でしょうね。先ほど私が密室組んで施錠しましたから、外からも中からも開きません。監禁されたの俺。とんでもない。ちょっとモニターになっていただきたいだけです。あくまで自主的な立候補者の募集ですから、無理にとは申しませんが。言ってます。状況が物語ってます。ねえ、グエンはいつもの被害者はどうしたの？モニターです。今回の魔導装置には陛下が適任なのです。いや、無理。俺ナイスリアクションとかできないし M でもないし、ほんと無理。誰か開けて、ここから俺を連れ出して。騒ぐだけ時間の無駄ですよ。とにかく話をお聞きください。でも。お聞きください。はい。私は常々考えておりました。今この世の中で必要なものは何か。それは思いやりではないのかと。なんかいきなり壮大な話ですね。思いやりとはすなわち相手の身になって考えること。そこで私はこの魔導装置を開発したのです。じゃーん！魔導装置あべこうべ。何これ？骸骨？開発動機は壮大だけど外見は骸骨？似て非なるものです。よろしいですか、陛下。この一方の穴に自分の髪の毛を数本、そしてもう一方の穴に誰かの髪の毛を数本入れますと、たちまち自分がその誰かと入れ替わるのです。俺があいつで、あいつが俺で。その通り。いかがです？興味がおありでしょう？ないわけじゃないけど、やっぱりわかんないな。なんで今回のモニターに限って俺がご指名なの？それは陛下であれば、その繊細なお心で誰よりもきめ細やかに相手の身になれると思われたからです。余人をもって代え難いとは、まさにこの実験における陛下のこと。そう？やっていただけますね、陛下。それでこそ陛下です。まだ返事してないよ。そうそう、公正な記録をつけるため、安倍神戸のことは皆に秘密にしてありますので、他の者には入れ替わっていることを気づかれぬよう注意してくださいね。やるって決まってるんですね。わかった、わかりましたよ。にしてもなんかドッキリみたいだな。実験です。では早速始めましょうか。城にいる人間の髪は全て採取済みですから。さすが準備いいな。さあ、誰と入れ替わりますか？でも勝手に入れ替わって平気なの？せめて相手の了解くらいは。後で私が説明しますから、ご心配には及びません。拒否を認める余地などありませんし、あっても許しませんし、泣いても無駄です。それはただの脅迫じゃないですか。問答無用。はい。陛下、時が移りますので、そろそろ決めてください。誰と入れ替わりますか？それじゃあ、断然コンラッドだな。わからなすぎるもん。かしこまりました。参りますよ。安倍神戸、そーれあれ？
俺、寝ちゃってたのか？おや、ようやくお目覚めですか。思ったよりも意識回復に時間がかかりましたね。まあいいでしょう。些細なことです。本当に？陛下が失神なさっている間に、先方には話を通しておきました。準備は整っております。さあ、お互いの状況を確認し合って、思いやり合ってくるのです。もう、行くしかないな。俺より頭一つ分高いと世界はこういう眺めになるのか。陛下、そんなことを確かめるために俺と入れ替わったんですか？陛下はそっち。俺はコンラッドです。アニシナから事情は聞きましたが、それにしたってなぜ俺を選ぶんです？俺にとって一番謎が多いのがコンラッドだからだよ。今回の経験で少しでもコンラッドのことが分かったら儲けもんだと思ってさ。俺に何も期待しないでください。コンラッドいや、俺の顔でカッコつけても閉まらないな。言ってて悲しくならないんですか？陛下。陛下、コンラート。ここにいらっしゃいましたか。探しましたよ。ああ、そっか。今日は剣術の稽古だっけ。ごめんギュンター。コンラート？剣術の稽古があるってことを忘れてたと、さっき陛下から聞いたばかりなんだよ。何をヘラヘラしているのです、コンラート。顔が崩れてますよ。崩れてる？マジで？やっぱり中身が違うと外見も。おいおいギュンター、陛下の前じゃなくて俺の前に来るたびにのぼせた顔してるあんたが言えた義理か？陛下、この私めに毒づいてる？今日の俺は一味違うよ。こら、何勝手にノリノリになってんだ。さて、何か今日の陛下はいろいろと混乱されているご様子。ここは一つ剣の稽古で頭を冷やしていただきましょう。ギュンターと俺が剣を？それは久しぶりだし光栄なことだね。賛成、やりましょう。なんだか調子狂いますね。コンラッドとギュンターで剣の稽古？そんなの絶対ただの稽古で終わらないだろう。どうするよ俺。今日はやめといたら？ほら、ギュンターは強いし。信用がないですね。俺があなたの体に傷をつけるとでも？そんなこと思ってないけど。何の話ですか。二人とも今日は本当に変ですよ。ごめん。ギュンターは気にしなくていいんだ。もしや二人だけの秘密の会話？悔しい。王様の私を差し置いて。バカだな。ギュンターは俺にとってなくてはならない存在だよ。それくらい言わなくても分かってるだろ。うわあ、顔色一つ変えずよくもまあ。陛下。さあ、稽古を始めよう。おい。大丈夫。この体は俺の命です。傷つけませんよ、絶対に。何があっても。コンラッド、言わなくても分かっておいてください。ギュンターの剣が飛ばされた。ここまで。陛下、お見事です。格段の進歩、才能開花。ない、ありえない。いや、最後は俺に隙があったよ。
でも、つけなかったんだろ、ギュンター。陛下の体だから。それはそうですが、いや、しかし驚きました。あの構え方、下から入ってくる剣先の鋭さ、コンラートにそっくりでした。だろうね。彼に特別訓練でも受けたのですか？え？ああ、まあね。本人ですよ、とは言えないよな。だろうと思いました。コンラート、あなたは優秀な師ですね。とんでもない。買いかぶりすぎだよ、ギュンター。そうですか。本当に上達なさっておいでなのですが、コンラートの評価も意外と低いのですね。いや、そんなことないけど。コンラート、自分で言ってどうするんですか。ともかく久しぶりに本気で剣を振るいました。よっこいしょっと。陛下、私はお先に失礼させていただきますね。ギュンター、聞きたいことがあるんだが。何でしょう。今日の俺の剣、どうだった？光っていましたよ。そう例えるならば、少年時代のコンラートといい勝負ですね。王者として誇らしい限りです。少年時代と変化なし。ああ、ショック受けてるな、こりゃ。では私はこれで。ちょっと待ってくれ。はいや、稽古とはいえ真剣勝負。もう少しちゃんと立ち筋を見てもらわないと。見ましたとも。不肖ギュンター、陛下のお顔はいつだって真剣に凝視しております。そうじゃなくて立ち筋だ。剣さばきを見てくれ。何度見ても同じです。で、コンラートと比べても遜色がないと？ええ。少年時代のコンラートとなら全く互角に戦えるでしょうね。少年か。ダメ押し。では今度こそお疲れ様でした。100歩譲ってさっきの剣さばきが少年時代のコンラート並みであったとするならばえ？もう一度稽古。もうよろしいですよ。本当にご立派でした。いや、俺的に満足できてないんだ。頼むからもう一度。陛下、一体どうなさったのですか？ちょっとコンラ、陛下ってば。待ってくれ。もう一度稽古をつけてくれ。俺の腕はなまってるのか。ですから私はもうぶっちゃけ息が上がっておりまして。でもコンラッドにこんな負けず嫌いの一面があったとはね。これでコンラッドのことがまた一つ分かった気がする。何笑ってんですか。こっちは真剣なのに。こっちは死にそうなのに。いかがでしたか、安倍神戸は。みんなのいろいろな面を本当に身をもって知ることができたよ。でも疲れた。そうですか。なるほど、疲労がやや顕著と。実際に入れ替わってみるとつくづく思うよね。やっぱり自分の体が一番だって。その結論に行きつけたのならば、今回の実験は成功と言えましょう。他人を闇雲に妬んだり羨んだりしても何も生み出しません。自分の人生と向き合い、その生涯を生き抜いてこそ他人への思いやりが生まれてくるのです。という私の仮説が見事立証されたのですから。そういうことになるのかな。早速より広くモニターを募ってこの証明を確かなものにいたしましょう。まだやるの？当然です。幸いモニター候補には事書きません。グエンダルとかグエンダルとかグエンダルとか。哀れな。
哀れむことはありませんよ。陛下で実験した場合ですら大きな問題は発生しなかったのです。他のもので実験したところで触りがあろうはずがございません。あれ、じゃあまさか俺を実験台に選んだ理由って？陛下が誰かと入れ替わった場合が最も騒ぎになる確率が高かっただけのこと。言うなれば嫌いなものは先に食えですね。何それ、人をピーマンとか人参みたいに。じゃあ俺の繊細な心がどうたらとか言ってたのは結局何だったの？社交辞令ですが、それが何か？この赤い悪魔。何かおっしゃいました？いえ、何でもありません。というような次第で、やっぱ自分が一番かなと。なるほどね。それじゃあいっそのことフォンカーベルニコフ卿と入れ替わってみるのはどう？え？みんな言うことを聞いてくれて面白そうじゃない？いや、そんなとても恐れ多くて。恐れ多いって、渋谷、君だって魔王なんだから。でも相手は魔女だし悪魔だし、大体中身が俺じゃ推しが効かねえもん。誰も言うことなんか聞かないよ。中身が違えばか。それはありそうだな。うん。やっぱり人間、中身が肝心だよね。村田が言うと嘘っぽいけどな。もうこんな時間か。今日のカレーは何かな？すっかり慣れたな、村田。こないだのシーフード美味しかったよ。エビもイカもたっぷり入ってて。それはお客さん仕様だ。シーフード風味カニカマ入りなんて時もあるからな。じゃあ僕って一応お客様扱いされてるんだ。お客様以外の何者だと言うんだ。まさか家族のつもりじゃないだろうな。貴様は一体うちのゆうちゃんの何になったつもりだ。まあ落ち着いて。そこの選択肢も違いますよ。なぜだ。こんなことを言ったら普通嫌われてしまうだろ。だからゆうちゃんは天の弱なんですよ。絡め手で攻めていかないとなかなか落ちませんって。本当にめんどくさいキャラですよね。でもそこがまた可愛いんですけど。おい、それ本当にゲームの話だよな。いい匂いがしてきた。これは焼きチーズカレーだな。間違いない。とうとう村田が匂いだけでうちのカレーを当てることができるようになったよ。お前ら先に行け。俺はもう少しゲームを進めてから行くから。まだ食べなくていいの？さすがに少し飽きたしな。渋谷家の人でも飽きるんだ。お客様へのおもてなしの基本がカレーだからな。ここのところ弟のお友達が頻繁に遊びに来るせいでカレーの頻度が上がって。それはすみません。僕のうちはあまりカレー食べないんで、割といいペースかななんて。本当にいい性格しているな、弟のお友達。じゃあ行こう渋谷。戸棚の右奥に梅干しがあったけど、今日の薬味はそれがいいな。人んちの戸棚の中身まで把握すんな。カリカリ梅は意外とカレーに合うんだよ。そういう問題じゃねえよ。もういいや、どうでも。行こう。